今日もまた命の一つをもらってしまった。何のために人は生きているのだろう。意味なんてきっとないのだけれど、短い時を生きる人々はまるで生き急ぐように必死に生きて輝いて、そして死んでいく。そんなことを私が考えていた時、彼は現れた。君も雨宿りか。傘を忘れるとはお互いついてないな。傘など必要ないわ。私は死神だから。ならこれを使ってみてはどうだ。帽子？聞いてなかったの？私は死神よ。共にいるべきではないの。関係ないさ。別に死ぬ理由は死神の少女に命を奪われることだけじゃない。それに単純に雨に濡れてる女の子をほっとくのが嫌だったんだ。私は初めて人に恋をした。そしてそんな彼を私は出会った人を同じ雨の日に失った。街を歩く一人にしみる雨、君は傘を差し貸して現れてしまった。失ったばかりだろう。君がいるのも出会うものは皆失うけど、それでも世界は回るから。失うものはみんな素敵だけど、もうみんなばかり先に行ってしまうの。さよなら。ねえステラ、聞いてるステラ。おーい。聞いてるよ、リーン。何度も言ってるけど、私は好んで人の魂を狩ろうとは思わないの。それにあなたは寿命に困っていないでしょ。そりゃ今持ってる寿命を使って生活する分には問題ないけどさ、人間がこんなにいる場所なんて珍しいんだよ。魂は枯れる時に狩らないと損じゃないか。私は死にかけてる人、死を自ら望んでる人、もしくはむやみにこっちを襲ってくる人間しか狩らないって決めてるの。彼らだって必死に生きてるのよ。やっぱりステラは変わってるね。わかったよ。私は友達に嫌われるようなことを目の前でしたいわけじゃないしね。ならどうして人間の街に来たのさ。死にやすい人の匂いがするわけでもないのにさ。私はこの世界がどうして衰退したかの原因を調べに来たって言ったじゃない。あなたは久々に会ったからついてきたいって勝手についてきたんでしょ。そういえばそうだったね。どうせ暇だからってついてきて、人間たちに聞き込みをするだなんて珍しいことをしてたんだった。見た目だけなら私たち人間と変わらないもんね。それで収穫はあったの？なかった。だけど町のおじいさんから変な話は聞いたよ。死んだ人間と再び会える谷があるんだって。なぜか死んだ人に会えた人は死神以外は淡い光になって消えてしまうから絶対に近づくなってさ。それが本当なら昔食べた魂と同じか確かめたいよね。
それにさ、自分が消えるって聞いても、それでも死んだ相手に会いたいって人が後を絶たないみたい。愚かだよね。それによっぽど思い入れがある人間じゃないと意味がないみたい。死神が生きていられたって話も、思い入れがある人間なんていなかったからだと思ったし、一瞬面白そうに感じたけど、関係ないやって思っちゃったよ。友人と共に過ごしてる間、そんな谷があるのかと逆に私は気になってしょうがなくなってしまった。そして一晩、町の宿にリーンと共に泊まり、町を別れる際に、くれぐれも人間を襲わないようにと告げてから、友人を見送り、気になる噂の谷へと私は向かった。霧のかかる谷は、まるで過去の悲しみを抱え込んだかのようだった。冷たい風が吹き抜けるたび、私の青い髪が揺れ、心の奥底にある不安も一緒に揺れた。本当に彼に会えるのだろうか。その問いは、私の心の中でぐるぐると回り続けていた。人間の噂を聞いて、こんな場所まで来るなんて。私は死神として本当に変わり者なんだな。今更ながら、数少ない友人の顔を思い出していたら、いつの間にか目の前の霧が晴れていた。何ここ、綺麗。これだけあったら、一本ぐらい積んでもいいよね。嘘。レインなの？あなたは誰だ？私はステラ。覚えてないの？レイン。僕はレインって名前なのか。すまない。何も思い出せないんだ。そう。あなたは僕のことを知っているのか？レイ。だけど本当に私が知っているあなたなのか、まだ信用できない。都合がいい話だとは思うが、僕も自分が何なのか知りたいんだ。その声、困った時に眉をひせめる仕草。何より死神として多くの魂と触れてきた自分の感覚が最愛の人だと告げている。しかも、彼が死んだ時と同じ姿のままで、そこにいた。だからこそ、この谷の恐ろしさを感じた。なら、一緒に思い出そう。いいのか？彼は、恐る恐る私の手を取った。そのぬくもりが、失ったものを取り戻せるよう、私たちは、再び歩き始めるのだった。時にステラ、この帽子は君のものか？ああ、なんて巡り合わせだろう。またこの帽子が巡り合わせてくれた。ええ、大切な帽子なの。ありがとう。いろいろ聞きたいことはあるんだが、ここはどこで、君は僕とどういう関係だったんだろうか。ここは、死んだ人と会えるって噂の霧の谷。そして私は、彼に一度も思いを告げたことはなかった。それは人と死神の寿命の長さの問題もあった上に、あの時の自分は今以上に考えが固かったからだ。言いたいことはたくさんあったけれど、記憶がない彼に思いを伝えるのは酷な上に、フェアではないだろう。だから、私とあなたは珍しい友人で一緒に旅をしていたの。珍しい友人？ええ。私は死神のステラ。人々の命を奪う死神と人が友人だなんて、珍しいでしょ？この帽子も、昔あなたがくれたものなのよ。そうだったのか。しかし、死者と会える谷ということは、僕は一度死んでしまったのだろうか。ええ。あなたは私の前で確かに一度死んだわ。だからあくまで私からの無線の話だけど、あなたはすでに死んでしまった人間で、蘇ったということになるわね。レインは何とも言えない顔をしていたが、今聞ける相手は私しかいないのだ。故に理解できずとも、無理やりにでも話を飲み込んだのだろう。
なんとも信じがたい話だが、確かめる術もない。少なくとも今僕は自分の意志で生きて、君と会話ができている。もしよければ、君について言ってもいいだろうか。もし私が原因で彼が蘇ったのなら、その責任は私にあるのだろう。それに断る理由もないナタシャ。ええ、一緒に行きましょう。まずはこの谷を降りましょうか。私とレインは谷を降り始めた。雪の時はあれだけ濃かった霧だが、今はすっかりと晴れて、谷を迷わず私たちは降りることができた。谷を降りて人里へ向かう途中、問題は起こった。ステラ、黒い服を着た女性が前で手を振っているが、知り合いか？おい、ステラ！やっぱりステラだ！リーン、どうしてあなたがここに？なんだか昨日のステラはいつもと様子が違ってたからさ。なんか妙だなって思って、後をつけてきたんだ。そう。あれから人は襲ってないみたいね。安心したわ。ステラといなかったら食べちゃってたよ。けどそれ以上にびっくりしたよ。予想は的中しちゃったね。一体何のこと？ねえ、ステラ。後ろにいる人間くんはさ、昔あなたのそばをうろちょろして死んだ子だよね。なんでここにいるのかなって聞くのも野暮な話か。あの噂は本当だったんだね。ええ、私も驚いてるの。けどそれが何なの？ねえ、ステラ！昔から私たち死神を殺すのは人間への過度の思いやりが原因だって誰より私たちは知っているじゃないか。私は長寿仲間の数少ない友人の頼みなら大概のことは受け入れるつもりなんだよ。だけど確実にまたその人間くんと一緒にいたらあなたはまた不幸になるよ。友人が間違いを犯して死ぬのなんてもう二度と私は見たくないからね。それぐらいなら私が今ここで正体もわからないその亡霊くんを始末してあげる。させると思ってるの？これを持って逃げて！久しぶりだね。ステラと本気でやり合うのは何百年ぶりだろう。900年ぶりかな。あの頃はお互い譲れないものも戦争も多かったからね。デスサイス。私たちが死神と言われるゆえんの武器だ。その鎌は変幻自在で、私たち死神の体内から生み出される影の力を収束させ、形にしたものだ。触れたものの生命を食らい尽くし、そして自らへの生命と変換する。形のない黒い影が触れるだけでも、小さな生命なら簡単に鍛えてしまうほどの影の力を圧縮して、形にしたこの鎌にかすっただけで人間を即死するのだ。しかし、死神同士の戦闘においてその見合いは変わる。人間よりはるかに長寿の死神に影が触れるたび、互いの生命の奪い合いが始まる。お互いが戦闘をやめない限り、どちらかの命がなくなるまで続くのだ。やっぱりステラは強いな。私と対等にやり合えるのは死神の中でもステラとアイセアだけだった。なのにさ、そんな人間くんに目移りしちゃうなんて嫉妬しちゃうよ。友人としても戦闘狂としても度が過ぎると嫌われるよ、リーン。それは嫌だなら引いてくれる？私たち友達でしょ？な。それは無理。一度スイッチが入ったらてこでも考えが変わらないのは昔から変わらないな。この友人と出会ったのも私とレインが出会いよりさらに前の時代、自分が死神らしく生きていた時のことだ。900年前、人類が衰退する前は人間同士の戦争が絶えない時代だった。私たちは人間の言葉を話せる上に強いため、よく人に雇われて戦うことが多かったのだ。戦争は合法的に人を殺せる上に、殺したとしても個人に恨みが生きづらい。その上、大量の魂を摂取できるため、私たち死神にとって最高の狩り場だったのだ。それぞれの国に雇われた
切り札として、私とリーンは出会った。あんたがリーゼル王国の名高い雇われの死神のステラね。ええ、そういうあなたは、ギゼア王国の死神のリーンね。当然、死神が死神を殺しても、人間以上に大きい生命の見返りがあるがゆえに、戦力で劣っていないなら、戦わない理由などなかったのだ。ゆえに、何度も、何百日も、私とリーンは戦い続けても決着はつかず、国同士の戦争自体が終わりそうな頃、お互いに馬鹿らしくなったのだ。ステラ、あんた強いね。ここまでやり合えるのは、私の人生の中で二人目だよ。へえ、そのもう一人にも、会ってみたいわね。けど、もう戦争も終わりどころか、国自体がお互いなくなりそうだし。どうする？まだ続けるの？そうだな。これ以上はもう、馬鹿らしいかな。というより、むしろあんたと友達になりたくなってきたよ。二人いれば、敵なんかいそうにないしね。そうね。友達になるかは別として、これ以上戦うのは、さすがに私も疲れたわ。お互い、あの頃と強さは変わらないな。だけど、考え方は随分変わったような気がする。リーンは、敵なら容赦はないが、心を許した友人にはめっぽう優しい性格が恨みに出て、仲間の死神のアイセアを失ったから、過度の心配性になったのと、私は人間に恋して死んだ死神たちをたくさん見てきて、愚かだと思っていた側だったはずなのに、レインに出会ってから、自分がその愚かな側へと言っているのだ。そりゃ誰より友達思いのリーンは、私を止めに来るよな。拉致が開かないね。なら、しまった！待ちなさい！リーン！チェックメイト。いい加減にして！私はその人間を気に入っているの！殺したりなんかしたら、絶交するんだから！言ってしまった！よりによってこんな最悪なタイミングで。結構嫌だ。この人間を殺しても、私にメリットが何もないじゃないか。助けに来たのになんでそうなるんだよ。大体、なんでこんなすぐ死んじゃう人間がいいのさ。それがいいんじゃない。あなたにもわかる日が来るわ。まったく、ステラもアイセアもバカだよ。死神が死ぬ理由はいつも人間に情が移った時なのにさ。私は一生分かりたくないね。ごめんね。けど、自分でもどうしようもないの。僕は二人と別行動した方がいいのかな。レインはどうしたいの？私たちは怖いなら、止めはしないよ。本当に死神だったんだな、ステラは。それにそっちのリーン、だけど気安気呼ばないで、この泥棒猫。ステラの気持ちをもてあそびやがって。すまない。記憶がないんだ。だから僕がステラに何をしたのかも覚えてないんだ。記憶がない？ああ、だから僕の知り合いっていうステラについていけば記憶が戻るかもしれないと思って一緒に行動していたんだ。本当の話よ。あの谷の秘密もきっと世界が衰退した原因の一つだわ。この世界は最近おかしくなっていた。もともとこの世界に存在しない魔物という生物がどこからか現れて、死神以外に人が殺され始めたり、あとは人間の大半は原因不明の光に飲み込まれ消滅したことだろうか。まるで神がこの世界を終わらせようとしているがごとく、天災が起こり、死神の数を減らして、今では少数の生き残りの私たち以外に、どれだけ残っているか見当もつかない。そっか。なら、私も行ってみてもいい？あの谷の上、人間は本当に蘇ったみたいだけど、私には思い入れのある人間なんて絶対いないからさ。試してみる価値はあると思うよ。そうね。試してみるのもいいかもね。レイン、あなたはどうする？ここで待ってる？
それとも私たちと来る？僕も確かめたい。やることもわからないよりは全然いい。決まりね。そうして、私たち三人は谷を登ることになったのだが、先ほどまで晴れていた霧がかかっており、しばらく谷を登り続けると、再び霧が晴れて、あの綺麗な花畑がそこに現れた。何ここ、綺麗だね。でしょ？私とレインが再会したのも、この花畑だったの。ほら、ちょうどあの遠くに霧がかかってるところあたりなんだけど。あれアイスや！アイスや！久しぶりね、ステラ。リーンはどうしたの？はっきりと見た。この谷は、生命を奪って死者を蘇生する谷だったのだ。この谷は、いや、この世界は一体どうしてしまったのだろう。私たちは、それぞれに感情を抱き、この世界の謎と向き合うこととなった。たとえあなたが忘れても私の胸に生き続ける。いつか